お夏こんちこんばんは、ポテトです。今日もデータぶつけてきてね、魂よろしくお願いいたします。今日はですね、ボールキープ上がるとどう変わるのかやっていきたいなと思います。いや、このフィーゴですよね。来ましたよということで、このフィーゴね、やっぱボールキープがすごく高いわけですよ。このフィーゴを使ってね、検証していきたいわけなんですけども、そもそもね、公式では、この数値が高い方がで低速でのドリブルのターンがね速くなるよって話でしたね。ダッシュの時は関係ないって感じなんですよね。今までダッシュドリブルやってきましたけど、低速ドリブルの違いも分かるようにしたいということで、新たな検証にはなるんですけど、そこに挑戦していきたいなと思います。で、ドリブルキープの違いを見ていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させてですね、やっていきたいなと思います。ぐる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 回っていきたいなと思います。で、使っていく選手はもちろんこのフィーゴになっていくわけですが、能力はこんな感じ。まず初期値の状態ですね。87ありますけど、これをマックス101までね上げた状態でどう変わっていくのかを見ていきたいなと思います。じゃあ早速いきましょう。まずは初期値の段階ですね。ぐる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 回ってね、これ目回んねえのかと思うんですけどもねやってきました。でも初期値でもね87ありますからね、かなりこれでも高い部類にはなるとは思うんですけどね。でもどうでしょうね、こうやって見てるとこうやって見てると問題なくね動いてる感じもしますけど、この辺の違いは出てくるもんなのかな。でもはい、見ていただきました。そうですね、ある程度はいい感じに回っているような感じするんですけど、よーく見るとね微妙に引っかかってる感じはありますね。微妙にグッて引っかかっちゃってるところがあると、これが変わるのか見ていきましょう。まずはですね、能力を全部ドリブル上げてきましたよという感じになっていきます。101って相当高いですからね、これでどう変わるのかなって感じですけど、フィーゴ言うて180センチあるんでね、ちょっとこう限界なところはあんのかなとかね思ったりはするんですけどね。ここで違いが示せればね、何か今後ねいろいろつながってきそうな気もするんでね。でもはいなるほど。はい、見ていただきました。これね勝ったね勝ったわ明らかに違いますね。これ分かると思うんですけど、このさっき言った引っかかりですね、これがね明らかに少なかったなっていう印象ですね。ちょっとね見比べてきたんですけど、こんな感じで左がね初期値の状態ですけど、こう分かりますかね、スローモーションでやっていくと明らかにですねタッチがこっち早いんですね。101のが早くて87の方はちょっとずつ遅れてきてるんですね。遅いわけじゃないんです。ちょっとずつ遅れてきてると。でだんだんですね間に合わなくなって結果的に引っかかるみたいな、そんな感じなんですよね。ちょっと分かりやすいところ持ってきたんですけど、これここでこう一歩大きくこうやってねやっちゃってるところありますよね。こういうところがねやっぱ違いがあるということですね。で逆に101の方はこれ動作が同じなんですよ。ずーっと同じで安定してる感じで回ってるんですよね。ずっとちょん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 って回ってると、これ目で見て分かると結構嬉しいねただね今日はねこれだけでは終わらないんですよ。ちょっと見てほしいんですけど、はいということで逆回転してみました。でね少しちょっと早く回しすぎちゃったかなって感じもするんですけど、でもねそれにしても見て全然安定感なくない？さっきのあれどうなった？これ101ですよ。これ逆足精度とかの問題なのかなと思ってですね、いろんな選手ちょっとね持ってきました。まずネイマールですね。これ逆足精度最高のネイマールなんですけど、さっきよりフィーゴよりマシなのかなって気もするんですが、でもちょっと引っかかってますよね。だから精度じゃダメなのかなと。これ回る動きがちょっと早すぎた気もするので、ちょっと一旦ですねフェキールで見ていきます。左利きの選手フェキールですね。見てこれかなりでも安定してません？完璧ではないけど
で、しかもこれ気がつきました。このフェイキル実は CMF で使ってるんです。要はですね、薄い適性なんですよ。能力めちゃめちゃ下がってるんですよ。なのに割と回れてるんですよね。はいはいはい。で、一応念のため、ネイマールの逆足頻度も最高のネイマール持ってきました。頻度精度最高ですよ、これ。それでもね、やっぱダメそうなんですよ。ちょっと安定感、さっきのフェキルのが良かったよね。はい、というところで、今度は、最後、メッシ持ってきました。はい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 。まあ、若干ね、速い部分あるかもしんないんですけど、ただ、やっぱり、かなり安定してますよね。まあちょっと回るのがやっぱ早すぎたのか、若干ね、ミスってるところもありますが、それにしてもかなり安定してましたね。はい、ということで、ここまででね、見てきて分かったことは、利き足側の方が回りやすいということですよね。これね、逆足精度ヒート関係なさそうというか、限界がありそうな感じ。いやー、これちょっと意外だったな。あと、もちろん身長低い方が回りやすいのでよろしく。はい、ということで結構分かってきましたね。ということでちょっとこれ以上回ってるとね、目が回りそうなんで、今日はもう結論です。ボールキープが上がると、特に利き足側が回りやすくなる。とします。はい、ということでですね、結構意外だったんじゃないこれ。いや、なんか分かってはいたような気もするんですけど、ボールキープがくるくるしやすくなるのは間違いないんですけど、ただ特に利き足側って感じでしたね。で、逆足側はですね、利き足ほどは速くならない。まあ、数値が関係ないわけじゃないけど。で、逆足頻度精度にもちょっと限界がありそうでしたね。ネイマールも、まあ良くなってる部分もあったけど、まあ限界があるのかなっていう気はしましたね。フェキールとかの方が全然回ってたしね。で、実際起用するときに、この利き足方向に回る。これ結構意識した方がいいのかなと思いました。例えばこう、フィーゴで言うと右足で来た場合はこういう風にね、外側というか右側に回るという感じですね。逆にメッシとかで右足サイド使う場合はこう、ちょっとね、内側、左側で回っていく。っていうのがね大事かなと思いました。まあただこれはくるくるだけの観点での話なんで、敵とかの位置によってはまた状況は変わってくるとは思うんですけどね。まあそういうところが言えるのかなと思いましたね。ドリブルとかね、今環境的には結構強くなってますから、その辺は意識してあげると良いかなと思うので参考にしてみてください。はい、ということでこっからはもう雑談になっていきますけども、いや今回ね結構おもろかったんだよな。まあなんか今までダッシュドリブル結構やってきましたけど、この低速ドリブルの検証っていうのもね、結構大事だなと思いました。なんか分かりにくいかなと思ってあんまやってこなかったんですけどね。あとはやっぱり利き足を意識してドリブルする、これ結構大事かなと思いました。今までね、サイドしか意識してなかった。右サイドの場合は右から回るとか、左サイドの場合は左側で回るとか、分かっていたつもりなんですけど、改めてね、意識大事なのかなと思いました。皆さんもね、なんかドリブルするときに意識してることあればね、教えてください。はい、ということで、あとはこの検証がですね、ちょっと数値ごとにね、例えば90超えたら80超えたらとかね、分かるようになったらいいなと思いますが、ちょっとね、なかなか難しそうかな。ちょっと今後いろいろ探っていきたいなと思いますので、何かね、いいアイデアあったら教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。はい、ということで今日はね、ボールキープやってきました。いや、今回はかなり面白かったですね。今後のね、いろいろ繋がってきそうな気がしましたので、ぜひ参考にしてみてください。ということでまたね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。